じゃあですね、さらにもうちょっと、1200 Mach7 の魅力をえぐっていきたいなというふうに思うんですけど、ディップスイッチの話じゃあそうですね、ディップスイッチいきましょうか。はい、ですね。これがですね、実はそのディップスイッチの部分だけを抜き出したパネルになります。はい。本体のですね、このプラッターをパカッと開けていただくと、はい、実はこの部分にですね、こういったちょっとこう拡大するとこういったディップスイッチ、8個並んだディップスイッチが実はついてるんです。はい、でこれをですね、はい、プチプチっとこう操作をしていくと、いろんな切り替えができるということになっています。はい、でまず一番下からいきますと、はい、LED ですね、はい、LED のディップスイッチがついています。でこれは、デフォルトはこの赤色なんですね。はい、でそれを切り替えていただくと全部青色に変わると、後でちょっと一回やってみますけど、そういうことができるようになります。で、その次がですね、一つ空いて、REV、これ実はリバースの逆で、逆回転ができるかどうかの設定になります。で、デフォルトは逆回転オフです。で、設定をしていただくと逆回転ができるようになります。で、その一つ上がこの78、これ先ほど話した78回転の、ディップスイッチになります。で、デフォルトはオフなんですけども、設定をしていただくと有効になりますと。で、その上の2つ、これがトルクのスイッチ、これ2つありまして、4段階で切り替えることができます。ディップスイッチ2つなので、組み合わせをすると 4種類そうですね。この TQ ってやつがトルク。そうです、これトルクですね。で、BK がブレーキ。そうなんですね。ブレーキも同じように4段階こう設定できるようになっています。で、これで TQ1 と TQ2 があって、例えば TQ1 がオンの時で TQ2 がオフの時と、TQ1 と2がオンの時と、でオフオンの時とかで4種類。そうなんです。そういう設定ができるようになります。この辺はですね、一応最初のデフォルトは昔のその MK5 と、操作感が合うように一応設定をしておりますので、問題なければ特に触る必要はないですし、そうですね。ちょっと早い方がいいなとか遅い方がいいなとか思われる方はちょっと調整をしていただいて、いろいろ試していただいて、自分なりの設定をしていただければカスタマイズができますよっていうところですね。よりこう高度な要求にも応えれるようになったというところですね。そうなります。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あとは変化点というと、どういうところがそうですね、まず、デザインを見ていただきたいんですけど、実は今回オールブラックモデルにしてます。そっか。これアームも全部ね、アームもそうか。見ていただいたら分かるんだですけど、からなんかちょっと違うなと思ったんですよ。黒でもちょっと違うなと思った。そう言われてみたらそうだ。ボタン関係もね、全部ブラックに塗装してますし、45のアダプターも黒いんですよ。オールブラックだ。本当ボタンもだってシルバーだったんですもんね。全部黒に変わってます。スリップこのシートですね。ナットのこの色も実はね若干違うんですよ。ちょっと紫っぽい感じ。色も変えてますね。だいぶクールになりましたね。そうですね。なるほど。だいぶ精悍な感じになりましたけど。そして実はこうですね。これ今まで G とか GR とかではつけていなかったシェルスタンドですね。これはマーク7ですので、MK シリーズなので復活させていただいてます。なるほど。これはやっぱ便利ですもんね。そうですね。現場では非常に使い勝手いいと思います。なるほど。あとは底面ですかね。底面ですね。そのケーブルの取り回しとかそういう形ですね。ちょっと見てみましょうか。電源のケーブルが着脱式になったんですけど、この取り回しがここに溝を作ってくれてるので、ここでスッとこう通るように逃げられるようにしてる。で、結構太いケーブルなんかでもこれで使うことができると。電源のケーブルとか、この炎のケーブルとかちょっとぶっといのを使いたいっていう人でも、ある程度までは対応できるようになった。一応付属のものを推奨はしておりますけど、そうですよね。純正は純正でもちろん最初からついてるんだけども、社外品に変えることもできるということですね。
であとは足かな。そうですね、はい、インシュレーターの部分はですね、はい、実は今使ってるその GR とか G のインシュレーターっていうのはシリコンゴム製なんですけど、はい、シリコンゴム製って結構柔らかいので、やっぱり現場で使おうとするとスクラッチした時にこう振動がかかったりしやすいので、変に沈んじゃうんですよね。で、今回はですね、はい、バネとゴムを使ったラバーを使ったインシュレーター、いわゆるその昔の MK5 に使っていたインシュレーターと同じ方式に戻しました。なるほどなるほど、はい、結構足も微妙なチューニングにこだわったっていう話も、はい、あって、結構足を変えるだけで音も変わるっていう、結構変わるんですよ。はい、そうですよね。はい、これもだからそのバネの荷重とかですね、はい、ゴムのコードとか、そういったものをこう微妙に調整して何種類か作って、やっぱり現場で聴いていい音になるようにということで選んでいます。なるほど。はい、はい、という感じで、もうかなりで、あとはですね、細かい話なんですけども、これですね。これがですね、昔は油圧だったんですよね。ここにちっちゃいボタンがあって、こう押すとずっと油圧で上がってくるタイプだったんですが、ここが今回はもうこのライト自体をこうして上げ下げするタイプになってますね。このボタンがいらないから、こうデザイン的にだいぶすっきりするようになりましたね。綺麗になりますね。ですね。で、これに関しては針先が見えやすいように、これは白色の LED でやるということですね。これはもう赤とか青の切り替えやっても、これは関係ないですよね。これは変わらないです。ですよね。ここはもう針先がだいぶ見やすくなってますので、いうことですね。で、あとはですね、ここのピッチコントローラーの話なんですけども、リセットボタン、当然これついてます。リセットにすると、どこに行っても標準のスピードになるということですね。あとかける2ですね。ですね。ボタンがついてますので、16% まで調整ができます。できると。で、これを押すと、だから要はこれプラス8だったらプラス16になると。で、マイナス8だったらマイナス16になるということですね。で、ここのセンタークリックというか、こうカチッってなるモデルもあるじゃないですか。そうですね。これは今回はなしにしました。なってますね。ですからここでこう光ったりもしないわけですね。そうですね。ちゃんと基準でやりたければこのリセットを押せばそれでできるようになっていると。これセンタークリックがつくと分かりやすいという人もいるし、僕もそうやって思うんだけども、微妙なミックスでちょこっとスピード変えたい時とかクリックが邪魔になるんですよ。そうなんですよ。その理由ですか。やっぱりこのゼロ付近で微調整をしたいときに、どうしてもやっぱりこう余分にこう動かさないといけないですか。そこがやりにくいなということで、めちゃくちゃちょこっと速くしたりちょこっと遅くしたりっていうのがやりづらいというかできないんですよ、センタークリックがあると。だからこれはかなりミックスにこだわる DJ の人は相当よしよしっていう感じだと思いますけどね。あとは気になるところはアームだったりだとかしますけど、これは前の機構を基本的には踏襲してるっていうことでよろしいでしょうか。ここの部分、アームのその受けというか、ここはもうまるっきり一緒ですね。構造的に同じで、GR をやった時にやりましたよね。ここのアームの課題っていうんですけど、この部分を結構ごついものに変えてますので、マーク5から比べるとマーク5は結構華奢な感じなんですけど、そこは非常に振動にも強くなってますね。結構変わってませんか、これ。マーク5とかと比べると。マーク5と比べるとね、マーク6とかここがもう全然太さ違いますしね。パッチリした感じでね、見るですね。基本的にこのやっぱりアームを伝って針のところにこう、振動を与えないようにしたいんですよね。ですからこういうところがやっぱりしっかりすると音質も上がるということになるわけなんですけど、以前と比べるともう全然違う。
ペアリングとかね、こういったものも以前と比べて精度が上がってます。なるほどですね。音には効いてくると思いますね。なるほど。あ、そっか、ベアリングもあるんだ。で、実際このアームの質だったりだとか、まあその加工、まあ一つのこの SL1200 のこう象徴みたいな感じですけど、ここは前と同じような。そうですね。アームの素材としてはこれアルミニウムを使ってます。アルミですね。これは一緒です。で、ただですね、前回のマーク5と比べると、実はこのアームの内部配線のやり方っていうんですかね、処理の仕方を実は少しだけ変えています。これはSL1200GR とか G とかで開発したときに、音が良くなる工夫ということでやったものを、実はこれに投入してるんですよ。なるほどですね。ここにですね、ここの穴を見ると4つこう接触のところがあって、それぞれ L、R のプラスマイナスっていうところで、このアームの中に4本線が通ってるんですよね。そのやり方が、GR とかでこう開発したノウハウが入っている。そうです。いうこと。そっか。だからコギング云々っていう以外にも、純粋にこう音質が良くなってるというのはこういうところにも工夫があるわけですね。なるほど。回転だけじゃなくてね、いうことですね。そうです。あとは変わった点は、じゃあちょっと僕もうパッと触って気づいちゃったんで言っていいですか。もうね、ここが最高なんですよ。お皿のね、このつぶつぶ、プラッターっていうんですけど、プラッターのですね、ここのこれなんて言うんでしょうね、こういうの。名称はないのかな。ストロボの用のやつですね。これはなんでこういうふうになってるのかっていうと、もともとはというこれじゃないですけど、これで暗闇、これカメラで映り込まないのかな、こういうのって大丈夫なんだ。ここが止まって見えますよね。これが回転が不安定になるとこれが動いていくわけです。ちょっとピッチコントローラーで実際やってみましょうか。これ動きますよね。でもリセットをしてちゃんとするとほらですね。ですから、古いモデルでもリセットボタンを押してこれがゆらゆら左右に動いていたりするとモーターの回転が不安定だぞというような、のが、ストロボというやつなんですが、もともとはそれでついてたんだけども、DJ の場合だと、ここをちょっとスピードを遅くする、いわゆる DJ 業界の用語でいくとピッチベンドって言いますよね。ピッチベンドでこういう感じで動かす場合があるんですよね。でこうやって触ると、でちょっと昔のやつって、ここの丸がトキトキしてたんで、ちょっと痛いんですよね。でそれがだいぶ触りやすくなった。で、痛いとか痛くないとかそういうのはいいんだけども、微妙ななんていうんですか、グルーヴ感の調節っていうかな、A という曲と B という曲が混じってた時にこうちょっとこう遅めたいとか、ちょっと早めたいっていうのもよりなんかこう音楽的な感じがするっていうか自然な感じなんですよね、触ってて、いう感じなんで、ここはずっと DJ やってきてる人でミックスにこだわる人はすぐ分かると思います。触ったらすぐ分かるんで、ありがとうございます。これ面取りとかやってますね。そういう、製造工程の中にそういうのがありますので、これ実はね、ちょうどなんて言ったんだろう、大仏様の頭のこのポチポチあるじゃないですか。奈良の大仏様あれってこういう丸い感じになってますよね。でそのなってます半円型のこの丸い形を最初に作っといて、でそれをこう削っていくわけですよ。そうなんですか。これ円筒型のものをバシッと削ると、円筒型なのでこの削った端っこがどうしても角立っちゃうんですけど、角立っちゃいます、こういう丸いものを削っていくので、実はこうなって削れてるんで、この角っこが少しね、毛羽って言いますかね、それが少し柔らかくなるんで、そういう工夫をしながら作ってるんです。もともと丸いんですね。そんな大変なことやってるんですか。削ってこういう感じにしてる。これ知らなかった。知ってました？皆さん知らないですよね、そんな話。
荒川君は知らないって顔してますけど知らないよね、そんな誰だ。あ、そんな風に作ってんのね。いや、これはすごいですね。なるほどなるほど。なんでまあプラッターの改善っていうのは結構普通に触ってみないと分かんないですけど、大きいなーって感じしましたね。うん、でなんか、まあ、結局今もうこれもオチから言っちゃいますけど、聞いてみる、触ってみるってやらないと、本当の意味で分かんないと思います、このマーク7のすごさ。だから本当にまあオタイレコード、オタイオーディオはもちろんだけども、全国の、まあ、オーディオショップとか DJ ショップとか触りに行ってもらえると、本当まず触ってほしいし聞いてほしいという感じですね。